日はおかかチーズ焼きおにぎりを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はおかかチーズ焼きおにぎりを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、焼きおにぎりを作っていくんですが、ご飯の中に鰹節を入れて、そして中にはチーズを入れ込んで作っていきたいと思います。焼きおにぎりが焼き崩れることなく上手に作れるコツをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、とろけるスライスチーズ、鰹節、めんつゆ、みりん、ごま油、味噌、おろし生姜。今回はこちらの材料で作っていきます。まずご飯なんですが、今回炊き上がりの状態で 600g です。こちらおにぎり6個分になります。そして中に入れるチーズなんですが、今回はとろけるスライスチーズを使っていきます。こちらピザ用のとろけるチーズを使っていただいても OK です。お好みのチーズを入れてみてください。そして今回はめんつゆを使って味付けします。こちらのめんつゆは2倍濃縮のめんつゆを使います。めんつゆもいろんな濃縮があると思いますので、こちらの量は調整して作ってみてください。そして焼きおにぎりなんですが、ご飯に味付けるタレと、あとは焼いている時に塗る用のタレ2種類作っていきたいと思います。そちらは作りながらご説明したいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにご飯の中に入れるタレを作っていきます。こちらが1つ目のタレになります。まずめんつゆです。そしてみりんを加えます。あとはおろし生姜。こちらをよく混ぜます。はい、ご飯に混ぜる方のタレはこれで OK です。続いて焼く時に使うタレを作っていきます。こちらが2つ目のタレになります。器にめんつゆ。こちらも2倍濃縮です。そしてお味噌。あとはごま油。そしてみりんです。これをよく混ぜましょう。お味噌がダマにならないようにしっかり混ぜてください。2つ目のタレはこれで完成です。このようにタレは2種類作ってください。そうすることでとても味わい深い焼きおにぎりに仕上がります。今回はご飯に混ぜる方のタレにおろし生姜を加えてます。こちらはお好みでおろしにんにくでも OK です。それでは続いてスライスチーズを切ります。こちら袋ごと切ってください。今回6個分で2枚使っていきます。では切ります。はい、チーズの準備はこれで OK です。こちらのチーズはですね、そのまま出しておくととろけてしまいますので、袋をつけた状態で使うまで冷蔵庫で冷やしておきます。それでは続いてご飯を作っていきます。まず大きめのボウルにご飯を入れます。よいしょ。ご飯はね、どちらかというと気持ち固めに炊き上げていただくのがおすすめです。そうしましたら続いてここにご飯用のタレを回しかけてください。そしてあとは鰹節です。これを手早く混ぜましょう。はい、OK です。このように均一によく混ぜてください。この時ね、味見していただくと少し味が薄いと思います。ただですね、焼いている時にもう一度タレを塗るので、少しね、味が薄いぐらいで仕上げてください。めんつゆがね、2倍濃縮じゃない場合は、少しずつめんつゆを加えて味を整えましょう。ご飯の準備はこれで OK です。それではおにぎりを握っていきます。今回は100円ショップに売っているこちらのおにぎりの型を使って握っていきます。こういったものがない場合は、普通に手で握って作ってみてください。これがあるとね、全部形も揃えられてすごく便利なので、ぜひ使ってみてください。まずこの容器の半分ぐらいまでご飯を詰めます。はい、このぐらい詰めてください。そしたらですね、先ほど切っておいたチーズですね、これを袋から出して、そして折りたたみます。さらに折りたたんでください。そしてこのおにぎりの真ん中に入れましょう。そしたらまた上からご飯をかぶせます。はい、このように敷き詰めてください。あとはこちらの蓋をかぶせてぎゅーっと思いっきりね、しっかりと押さえつけてください。はい、そしたら蓋を外してこんな感じにしっかりと握れてますね。そしたらですね、こういったバットにラップを敷いてこの上に出します。はい、このように綺麗に握れました。それではね、残りも同じように握っていきます。
はい、全部握り終わりました。今こんな感じの状態です。これをですね、さらにもう一度しっかりと手で握っていきます。そうすることで焼いた時に崩れにくくなります。必ずね、2回ギュッと握ってください。握る時はラップで握っていただいても、手でね、ギュッとやっていただいてもどちらでも OK です。では握っていきます。ギューッとね、仕上げするイメージですね。はい、今ね、上の段だけ握りました。見比べるとわかるかな？ちょっと下の段がふっくらしてるのわかりますかね？1回だけ握るとこのようにふっくらとした感じになってます。これを上の段のようにしっかりと握ってください。ではね、下の段も握っていきます。手で握るときはね、必ず手を濡らして握ってください。はい、全部握り終わりました。そしたらですね、この後焼いていくんですが、焼く前に一度このまま10分休ませてください。そうすることでさらにね、お米同士が馴染んで崩れにくい焼きおにぎりになります。休ませる時は上にラップをかけて乾燥しないようにして休ませてください。冷蔵庫の中に入れずに常温で休ませてください。はい、10分経ちました。それでは今からフライパンで焼いていきます。それではフライパンを用意してください。ここにまずごま油です。そして火にかけます。火にかけたらごま油を全体に伸ばすようにフライパンを30秒ほど温めてください。はい、そして30秒ほど温めたら一度火を止めます。そしておにぎりを入れていきましょう。やけどしないようにね、注意してください。はい、このように入れます。そしたらもう一度火にかけます。このままですね、一度全体に焼き色をつけていきます。火加減は最初中火で、あとは中火から弱めの中火ぐらいで調整しながら焼いていきましょう。はい、今ね、だいたい2分ほど焼きました。そうしましたら一度焼き色をチェックしてください。あ、いいですね。これでいい焼き色がついてたら裏返してください。こんな感じです。このぐらい焼き色がついてれば OK です。それでは残りもね、裏返していきます。この時もやけどには注意してください。全体的にこんがり焼き色がついてます。そしたらですね、片面も中火から弱めの中火ぐらいで調整しながら焼いていきます。はい、今ね、ちょうど1分ちょっと経ちました。一度焼き色をチェックしてください。あ、いいですね。裏面はもうすでにフライパンが熱い状態から焼くので、だいたい1分ちょっとぐらいで様子を見てみてください。続いて今度は側面を焼いていきます。この時やけどしないようにね、注意しましょう。もしね、ちょっとごま油が足りないなと思ったら追加でね、ごま油を加えてください。ちょっとね、ごま油垂らします。はい、で側面の焼き色がついたらね、全体の側面を焼いていきます。このようにしっかりね、側面も焼いていただくことで崩れにくい焼きおにぎりになります。側面もね、だいたい1分ずつ焼いてみてください。はい、側面も全部焼き終わりました。そしたら一旦火を止めます。そしてまたおにぎりを倒してください。そうしましたら続いてこちら、先ほど作っておいた2つ目のタレを塗っていきます。こちらを全体に塗っていきましょう。このようにね、後からタレを塗っていただくとより香ばしくて美味しい仕上がりになって、かついい焼き色もついてきます。火は止めてるのでね、焦らずやっていただいて大丈夫です。側面にもね、塗りましょう。はい、で塗り終わったらおにぎりをひっくり返します。よいしょ。はい、そして裏返したら火にかけます。火加減弱めの中火です。そしてこの塗ってない方にもタレを塗ってください。はい、 OK です。あとはですね、また先ほどと同じように全体に焼き色をつけていきます。今回はね、タレをつけてるのでちょっと焦げやすくなってます。なので様子を見ながらね、焦がさないようにだけ注意して焼いてください。はい、今ね、ちょうど裏返してから1分半ほど経ちました。いい感じに焼き色がついたものから裏返してください。はい、で裏返したら片面も焼き色をつけていきます。はい、で片面もいい焼き色がついたら今度は側面をね、同じように焼いていきます。私はね、今慣れてるので素手でやってるんですけど、皆さんやけどしないようにだけね、十分に注意してください。
側面もね焼き色がついたら転がして3面全部焼いてください。はい、 OK です。焼き上がりました。このように美味しそうに焼き上がってます。それではねお皿に盛りたいと思います。はい、これでおかかチーズ焼きおにぎりの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにいい焼き色がついて美味しそうに仕上がってます。そして中のチーズはこのようにトロトロです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。おー、チーズが伸びます。ではいただきます。この焼いてる時に塗ったタレの味が効いててすごく美味しいです。そして中のチーズもトロトロです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のおかかチーズ焼きおにぎりのポイントです。まずですね、今回は2種類のタレを作りました。一つはご飯の中に混ぜ込んで、もう一つは焼いている最中に塗ってください。それぞれのタレを少し変えることでとても味わい深い焼きおにぎりに仕上がります。そして今回はおかかチーズということで、真ん中にとろけるスライスチーズを入れました。こちらのチーズはお好みのものを入れて作ってみてください。そしておにぎりを握る時のポイントです。おにぎりを握る時は、今回私はね100円ショップに売っているおにぎりを握る便利グッズを使いました。これを使っていただくと形が均一になってとても綺麗な仕上がりになります。ただですね、一回形作ったらもう一度手でギュッと握ってください。もしね素手が嫌な場合はラップを使って握っていただくといいかなと思います。ここでしっかり握っていただくことで焼いてる時に崩れにくくなります。この握りが甘いとたまに崩れてしまいますので、しっかりめに握ってみてください。そして握った後はそのまま10分置きます。そうするとお米同士が馴染んでより崩れにくい焼きおにぎりに仕上がります。そして焼く時のポイントです。焼く時はまず焼きおにぎり全体に焼き色をつけてください。そして焼き色がついたら全体にタレを塗ってしっかりと焼いてください。タレを塗った後なんですが少し焦げやすくなるので焦がさないようにだけ注意していただけたらと思います。そして今回の焼きおにぎりなんですが冷凍保存も可能です。もし冷凍する場合はしっかり冷ましてから1個ずつラップにくるんで、そしてジップ袋などに入れて冷凍してください。食べる時は自然解凍して、その後はトースターなどで軽く温めていただくといいかなと思います。カリッとした感じがね必要ない場合はそのままレンジで加熱して召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はおかかチーズ焼きおにぎりを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。